ロックリー氏、戦国時代の日本で黒人奴隷が流行っていたと言ってしまう。こんにちは皆さん。さすがにゼックエリタです。今回は正直個人的に今までのものとは比べ物にならないほど衝撃的なものです。何かと話題に上がり続けているロックリー氏、自らの未来の文献を参考資料に Wikipedia を改ざんしていること、そして元鳥取在住プラストーマスという名前からも彼が安木ウィキを改ざんした鳥取トム説も出てきていて謎大きい人物なのですが、皆さん、伝説の黒人侍という彼の妄想が敷き詰められた本以外のものをロックリー氏が出版してたって知ってましたか？その名も信長と安家、本能寺を生き延びた黒人侍。こちらは本人もアカデミックな本だと言っており、ノンフィクションとして売られているのですが、その中でイエズス会の反対を押し切って当時の日本人がアフリカ系の奴隷を進んで持ったことで奴隷が流行ったという記述が、そしてさらに衝撃なのがロックリー氏がなんと日本の教科書にも関わっているということ。批判を恐れた彼は今逃亡しているようで、もういろいろありすぎてわけわかめなこの騒動、正直朝栗よりも闇が深いのでは。それでは事の概要と現地の声を一緒に紐解いていきましょう。それではロックリー氏 Come on man、高評価やろう。トーマス・ロックリー、戦国日本では黒人奴隷が流行というプロフ・ネムロさんのノートですね。概要欄にリンク貼っておきます。今までは伝説の黒人侍という本が明らかなフィクションと自認していないのにもかかわらず、侍ですらなかったと言われている安家が伝説の黒人侍だのあることないことをロックリー氏の妄想を使って書いているこの本に欧米人が騙されているという論点だったんですが、ロックリー氏がノンフィクションでありアカデミックなものとして売り出している本、その名も信長と安家、本能寺を生き延びた黒人侍。現在1980円と、これは高いのか安いのか分かりませんが、とにかく Amazon の説明文でもノンフィクションとはっきり書いています。国内のみならず海外でも注目を集める異色の黒人侍安家、その知られざる生い立ちから来日に至る経緯、信長との出会いと寵愛、本能寺後の足取りまで詳細に踏み込んだ歴史ノンフィクションと、ここではっきりノンフィクションと書かれてますね。ここまで国内のみならず海外でも注目を集めるほどの改ざんをしたのは誰なんだって話で今まで盛り上がってきたんですが、自然に安家がポピュラーになったみたいな話し方されても、とにかくこの本の何が問題かと言いますと、このノンフィクションとして売り出している本がめちゃくちゃ序盤の方でイエズス会の反対を押し切り、戦国日本では黒人奴隷が流行というとんでも理論を唱えているんですよ。見つけたのはこのスクショ。見えにくい人のために音読しますと、イエズス会主は製品の誓いを立てて奴隷制に反対しており、通常はアフリカ人を伴うことはなかったからだ。地元の名士の間ではキリスト教徒であろうとなかろうと権威の象徴としてアフリカ人奴隷を使うという流行が始まったようだ。これ読んだ時、はーって声が出たんですが、これをノンフィクションとして売り出してるってやばすぎませんか？イエズス会の反対を押し切って地元の権力者たちが自分の力を見せるためだけにアフリカ人奴隷を持つようになったって言ってるんですよ。そもそもアフリカ系奴隷をヨーロッパから連れてきたのはお前らなんだから、奴隷に反対してるってのもおかしな話だと思ったんですが、話を聞いてるといやいや連れてきてたってことですかね。この記述はちょっと衝撃的すぎたんで、いやさすがにスクショだし、これもどこかの誰かさんみたいに改ざんしてるんじゃないかって思うでしょ。僕もそう思ってました。そうだったらよかったんですが、探してみますと、なんと Amazon でこの本は試し読みができるようなんです。リンク貼っておきますね。そこにはなんと同じ文がはっきりありますね。地元の名士の間ではキリスト教徒だろうとなかろうと権威の象徴としてアフリカ人奴隷を使うという流行が始まったようだ。いや、これめちゃくちゃ衝撃的じゃないですか。 Amazon に証拠あるし、正直鳥取トム説なんかどうでもよくなっちゃうほどこんなこと言ってること自体に腹が立ちますし、いやていうか言葉にならない感情ですね。この本のレビューは 3.1 とまずまずといったところなんですが、高評価の人はノンフィクションということに騙されている人がほとんど。まず日本の歴史をこよなく愛し研究をされた外国の方がいるという事実を誇りに思います。ロックリーさんの素晴らしい点は国際的思考です。黒人侍に視点を当てたこと、もちろん低評価もたくさんあります。安家に関する資料は乏しく、その大きな空腹を推理で埋めるというのであればそれはフィクションであり、ノンフィクションというのは誤りです。どこまで事実なのか脚色なのかは不明瞭。ロックリー氏により安家は現実の人物からパラレルワールドの住人となった。なんか妄想垂れ流しとるし、明らかに奴隷として日本に来たものを戦士とか言い出しとるし、そこまで奴隷はなかったことにして白人上げしたいかね。今の時点で欧米諸国には伝説の黒人侍を隠してきた日本人は黒人だと言ってる人が多いので、日本の武士が黒人奴隷を流行らせたとかノンフィクションを歌って売り出してたらもっとやばくなりそうなんで、もうほんとやめてほしいですよね、こういうの。
ここまで言ってきてあれなんですが、さらにひどいことが発覚しまして、それはロックリー氏が日本の社会科の教科書にも参考資料文献の提供元として載ってしまっているということです。その教科書は清水松陰発行のつなぐ世界史に近世ですね。目次を見ていても第一章に信長の黒人侍安家、トーマス・ロックリーとはっきり書いています。ちなみに第2章には三浦按針、ウィリアム・アダムスとあって、2人が同等の存在というか、なんなら第一章で急いで冒頭から安家に触れてあるあたり、安家の方が重要度が高そうにすら見えます。日本のこれからを担う子供たちがこんな一人の嘘を妄想で作り上げられた安家という存在を絶対正しくあるべきである教科書で教えているって国としてはどうなんでしょうか。本人はノンフィクションとか言いながら日本人が黒人奴隷を流行らせたとか違う本で言っとるし、そんな人物が教科書にまで関わっているのが実は一番やばい事実なのでは。そして当のロックリー氏はこのようなコメントを SNS 上で発信した後、全てのアカウントをブロックして逃亡しているようです。長年にわたる皆さんのご支援に感謝いたします。今作朝栗シャドウズに関連した嫌がらせメールが私にいくつも来ています。今作と私は関係ありませんし、プレイするつもりもありませんが、多くの人が私に責任があると考えているようです。なのでアカウントを閉鎖します。これが永遠でないことを願っていますが、今のところわかりません。という感じですね。考えられる全ての最悪ムーブをしてきた UBI ソフト。そして今作ですが、作品にも彼にも言えるのが謝罪をしてほしいってことです。隠れるのは一番ダメなことだと思います。もちろん誹謗中傷的なメッセージを送ることもダメなことだと思いますが、それでは現地の声いくつか紹介していきますね。Truth wins again. May he be mocked forever. They can't bury the truth with the cheap fan fiction that Thomas Lockley wrote. He's a fraud and a liar. And he made thousands of dollars out of this, and he all takes is one good lie, his way to achieve it. Only a coward hides. He's guilty and a fraud, and he knows it. We need a Wikipedia competitor so bad. I think they call it circular reference. That is, things that refer to each other in an attempt to appear legit. 皆さんの考えもコメント欄から教えてくださいね。このチャンネルでは欧米のマジかよっていうニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄からインスタ、ツイッターのフォローをしていただけるととっても喜びますので、よろしくお願いします。それでは一日無料難しいさんからのお便りですね。質問ありがとうございます。安倍さんが守ったとかはちょっと思いました。テレビとかでしか人となりを知りませんが、友人の応援とかには行きそうな人だなって印象はあります。質問、アメリカでもそういった感想を持つ人が出たとのあれば、キリスト教にも守護霊のような考えがあるのでしょうか。僕はキリスト教徒じゃないので詳しくわかりませんが、イエス・キリストが彼の顔を反らしたみたいなミームが結構あるので、そういう意味ではキリスト教が守護霊的な感じなのかな。詳しい人をコメント欄で教えてください。DJ トゥロウさんからのこのガンダムですか、このアイコンはさんからのお便りですね。これは何ですか。質問、何もかも雑なんだよね。クオリティも対応も態度も。次、質問なんですけど、メガネの有無は気分で決めてますか？朝撮影しているときはメガネ。夕方に撮ってる場合はほぼ寿命の後なのでコンタクト。メガネは寝起きエディター。メガネなしは自分語で筋肉エディターって覚えてください。ここテストに出ます。この質問者さんたちのように質問あるいは提案というワードを入れてもらえると僕が見つけやすいんで助かります。いつも質問、応援サポート、提案ありがとうございます。こんにちは皆さん。さすがに今回は正直今までのものと比べ物にならないほど彼が安家ウィキを改ざんした鳥取トム説も出てきて、もういろいろありすぎてわけわかめなこの騒動。それではことのご愛用。それではロックリーシー Come on man 高評価やろう。そもそもヨーロッパから連れてきたのお前らいやいや連れてきたた。伝説の黒人侍を隠してきた日本人を差別しやろう。日本がそんな人物が教科書にまで関わっているのは実は一番やばい事実なのでは。